どうもー、デルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、バードについての解説をやっていこうかなと思います。つい先日実装された新ヒーローのバードなんですけども、おそらく多くの方が思ったこととして、このヒーローめちゃめちゃ強いんじゃないかというとこですね。確かにバード、めちゃめちゃ強いです。ただ、注意するべき点があって、何でもかんでも強いというわけではありません。強いのは強いんですけど、バードって、格下のプレイヤーへのラリーでは最強です。ただ、格上のプレイヤーへのラリーだと、他のヒーローの方が強かったり、あとは、野戦についても、使うべき方と、使わなくて良い方。ここ、分かれます。強いヒーローではあるんですけども、使いこなすことで、彼の進化を発揮することが、できると思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。では、早速、やっていこうと思うんですけども、まずは、バードのスキルを見ていきましょう。まずは、レイジスキル。大量殲滅という、もう超強力なスキルですね。覚醒すると強化されるタイプのスキルなので、覚醒後の値で、お伝えしたいと思うんですけども、円形の範囲の中にいる、最大3体の敵に、14,300の、ダメージ係数のダメージを与えて、このスキルで兵士をキルしたとき、部隊を倒し切ったときですね。で、その時に、50% の確率で、65レイジ、回復していって、3秒間、自身の攻撃力を 30% 上げるスキルです。もう、単刀直入に言うんですけど、めちゃめちゃ強いです。円形の範囲で、もう14,300のダメージ係数というのは、もう半端ないですね。非常に高い、火力水準を持ってます。そしてこれ、何よりもでかいのが、50% の確率で、即座に、レイジを獲得するというところですね。これのおかげで、相手が兵士1で妨害してきても、そこまで痛手にならなくて。ルイだと、兵士1の妨害があると、かなりレイジスキルの火力落とされちゃうので、もう痛手になるんですけど、バードなら、レイジが回復するので、全然問題にならなくて。そこが、バードの、長所になるのかなと思います。では、次に第2スキル。弱みを洗い流すというスキルで、射撃兵の攻撃力を 30% 増加させて、相手が沈黙していると、基本攻撃ダメージが 21% 増加するスキルです。ステータスアップスキルということで、一つ基準となってくるのが、攻撃防御 HP 換算で 40% アップというのが、今の一つの基準なんですよね。なので、それに当てはめて考えていきたいんですけど、まず、
攻撃を 30% 増加させるというのは、もう、そのスキルの効果通りなので、もういいですね。で、そうすると、40% のうち 30% は攻撃で埋まってるので、残りの効果で、10% 相当ということに、なると思うんですけど、こちらの、沈黙時の、基本攻撃ダメージアップに、それだけの効果があるかと言われると、これ正直ないんですよ。結局、相手が沈黙してる時間って、ジュリアと組ませても、どれだけ多くても半分くらい。基本は3割くらいですし、その間に、基本攻撃ダメージ上がっても、そこまで効果なくて。そもそも、バードも、ジュリアも、基本攻撃ダメージではなくて、スキルダメージで、削っていくヒーローになりますので、この基本攻撃ダメージアップの効果は、もうおまけレベルに考えていただくのが、良いのかなと思います。では次に、第3スキル。無敵艦隊というスキルで、工場中に射撃兵の防御と HP が 25% ずつ増加していきます。この工場中というのは、基本、ラリーをしてるというイメージになると思うんですけど、そもそも、バードはラリーメインで使うので、この効果もちゃんと乗っていきます。先ほど、ステータスアップスキルの基準値は、一つのスキルにつき 40% とお伝えさせていただいたと思うんですけども、このスキルは、合計で 50% アップということで、その基準を大いに、満たしていることに、なると思いますので、非常に優秀なスキルと言えるのかなと思います。では次に、第4スキル。直接対決というスキルで、こちらは、もうレイジスキル同様に、超優秀スキルですね。ラリー中、駐在部隊に与えるスキルダメージを、54% アップしてくれる代わりに、駐在部隊から受けるすべてのダメージを 12.5% 増やしてしまうスキルです。こちらのスキル、確かにダメージが 12.5% 増えちゃうデメリットこそあるんですけど、スキルダメージを 54% 上げるのが、これでかすぎるんですよね。もうただでさえとんでも火力のレイジスキルの強さをもうさらに上げてくれる超優秀スキルです。ただこれ一つ注意点があって、あくまで駐在部隊に対してのみ適用されるものなので、こちらのラリー部隊を相手が野戦部隊で襲ってきたとしても、その野戦部隊にこのスキルの火力アップが乗るわけじゃないんですよ。あくまで攻撃している駐在部隊に対してのみ適用されていきますので、そこは注意が必要になるのかなと思います。では次に、バードの入手方法を見ていきたいんですけども、彼はトップ司令官イベントでの射撃会のランキング報酬や伝説のハンターイベントで入手することができます。では、次に、スキル上げの優先順位と
採点運用ラインについてなど、見ていきたいところなんですけど、そもそも、彼を、どこで使うべきか。そして、誰と組ませるべきか。こちらを先に明確にした方がわかりやすいと思いますので、まずはそちらを先に考えていきたいなと思います。まず、彼についてなんですけど、あくまで彼が強いのはラリーです。第3スキル、第4スキルは野戦で効果がないので、正直他のヒーローに劣ってしまうんですよ。そもそも、射撃自体がもう優秀なヒーローがちょっと多すぎて、もう枠の奪い合いになってるので、野戦の性能で、ジュリや、チュン、ルイ。もうこの3人には、もう正直、全く歯が立たなくて、この3人を使うことを考えたときに、移動速度が非常に欲しいので、残りの1枠は、リンに軍配が上がるんですよね。なので、彼は、ラリーに限って使っていきます。そうなると、今の射撃ラリーの基本として、ジュリア・ルイ、そしてジュリア・ジョニー、ジュリア・マスタージン、この3構成との、比較になると思うんですけど、ジュリア・マスタージンは、ちょっと弱いので置いておいて、問題は、ジュリア・ルイとジュリア・ジョニーですね。この構成と比較したときに、バードはどうなるかという、ところなんですけど、ジュリア・バードで組ませたとき、その時は、火力はナンバーワンになります。ただ、格上のプレイヤーにラリーをするときに、短期部隊で攻撃されることがあると思うんですけど、もうその時が、もうかなり厳しくて。あくまで、第4スキルのスキルダメージアップは、相手の駐在部隊にしか乗らないので、野戦部隊には乗らないんですよ。そして、スキル回転も、バードは、レイジスキルの回復以外は、レイジ回復スキル持ってないので、そこまでスキル回転早いわけじゃなくて。なので、格上かつ、こちらのラリー部隊を、野戦部隊で攻撃してくるモサ相手には、バードって使うべきじゃないんですよ。また、ジュリアバード構成の方が、1回のレイジスキルのダメージは確かに高いんですけど、ジュリア類構成の方が、1.1 倍から1.2 倍ほど、レイジスキルを多く打てるので、総合的なダメージで見ると、ジュリアバードの方が高いは高いんですけど、めちゃめちゃズバ抜けてるというわけではないんですよね。ただ、これって、バードが弱いんじゃなくて、もう、ルイがあまりに強すぎるだけなので、そこはもう、仕方ない部分ではあるんですけど、どうしてもそこは考えなきゃいけなくて。じゃあ、バード、そこまで強くないのかと言われたら、でもそういうわけじゃ全くないんですよ。彼の進化は、格下のプレイヤーへのラリーです。結局、今、ジュリア・ルイで、格下のプレイヤーにラリーしてるときに、本当に嫌なのが、兵士1での妨害なんですよ。
それでどうしても火力落とされちゃったりっていうのが、本当に厄介なんですけど、バード使ってれば、その妨害って効かないんですよ。そしてなおかつ、ジュリア・ルイより火力は高いので、格下のプレイヤー相手に損耗を極大化させて、相手全体の戦意を下げることができる。これが、ジュリア・バード構成の強みです。あとは、ルイ・バードという、選択肢もあると思うんですけど、ジュリアの沈黙効果が、これ、やっぱりちょっとやばすぎるんで、防衛でジュリアを使ってない限りは、基本的に、ジュリアをリーダーにして、バードをアシスタントにすることになるのかなと思います。ただこれ、射撃ラリーって、もう本当に奥が深くて、ジョニーが使う場合も、これ全然あるんですよね。で、このあたりの話は、ちょっともう長くなっちゃうので、別の動画で、お話しさせていただければと思うんですけど、とりあえず、バードは、格下のプレイヤー相手に、ジュリアと組ませて戦う。もうとりあえず、これだけ覚えていただければ OK です。では、本題に戻していきたいんですけども、本題。スキル上げの順番ですね。で、運営さんのおすすめは、1、2、4、3の順番なんですけど、私のおすすめは、1、4、2、3です。こちら順番に、見ていきたいんですけど、まずは、レイジスキル。これ上げないと、正直、何も始まらないですね。間違いなく、これは最優先で上げて OK です。では、次なんですけど、第4スキルということで、デメリットこそあるんですけど、火力の上がり幅、これやばいんですよ。彼を使うということは、とにかく火力を追い求める時になりますので、もう第4スキルを2番目に上げていただくのが良いのかなと思います。そして次なんですけど、上がり幅だけで考えたら、第3スキルなんですよ。ただ、彼の特性を考えていただきたくて、彼は圧倒的な火力が売りで、その火力を存分に活かしたいヒーローなんですよね。なので、守りは捨てましょう。それよりも火力を上げていった方が、彼を使う意味につながるので。そして最後に第3スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。では次に、最低運用ラインと彼を覚醒させるべきかについてお話ししていきたいんですけど、まずは最低運用ライン。彼の最低運用ライン。ここちょっとややこしくて、ラリーと野戦で異なります。まずは、ラリーなんですけど、ラリーは、第1と、第4スキルを上げることですね。第4スキルのスキルダメージアップが、ラリーでもうかなり強力なので、彼を使うんだったら、これは絶対欲しくて。そして、野戦の最低運用ラインになるんですけど、レイジスキルだけ上げれば、一応使えます。バードのレイジスキル、円形の超火力の範囲攻撃で、もう、これめちゃめちゃ優秀なので。ただどうしても、射撃部隊は、
移動速度がないと厳しいので、あくまでつなぎです。射撃2部隊で野戦したいけど、まだ、部隊が揃いきってないという方にお勧めできるのかなと思います。で、その場合は、ジュリや、チュン、ルイ、彼ら彼女らの、スキル才能を持ってるヒーローのアシスタントにしていただくイメージですね。では次に、覚醒させるべきかについてなんですけど、彼はラリーで使うなら覚醒させましょう。彼はちゃんと強いですし、今後も長く使われていきます。ルイとちゃんと差別化できてますし、今後、どちらも使う可能性が十二分にあるので。ただ、ラリーを打たなければ、彼は使わないですし、ラリーを打つかどうか。そして、あくまで、ジュリアが覚醒してこそのバードなので、そのあたりも鑑みて、覚醒まで育てるか、決めていただくのが良いのかなと思います。そして最後に、レベル60まで上げるべきかについてなんですけど、彼はレベル60にしなくて OK です。彼はスキル才能を持ってないので、リーダーでは使いません。なので、才能は振らないでください。星も4で止めてください。これ、むしろ才能ポイント振ったり、星やレベルを上げてしまうと、無駄に戦力が上がっちゃうので、戦闘イベントのマッチングで不利になるだけになっちゃいます。繰り返しになるんですけど、才能はもう一切振らずに行きましょう。はい、ということで、バードについての解説は以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？バード、もう非常に強力なヒーローなんですけど、使いどころを見極めてこそでもありますので、ぜひ今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。